こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ゾンビピッグマンと仲直りし、ネザー要塞を発見しました。これからネザー要塞攻略準備です。いつ死んでもいいように身辺整理しないとね。身辺整理はいらないですが、貴重品のロスト対策は必須です。ネザー要塞は整地するつもりなので、丸石を何スタックか持っていきます。食料は隠し満腹度重視で金の人参に持ち替えです。ウィザースケルトンの攻撃力は甘くないので、体力回復できる満腹状態を維持しやすい方がいいという判断です。ネザーゲート近くのチェストはもう撤去でいいでしょう。それネザー要塞の攻略準備と関係ないわね。身辺整理ね。いえ、黒曜石を採取しに地上に出るので時計を回収した次第です。そういえば、ダイヤブロックとか置きっぱなしだけどいいの？クリーパーに爆破されても知らないわよ。そしたらブランチマイニングの続きができるんです。むしろ密かに爆破されないかと期待してますが、世の中そう甘くない気がします。あ、水バケツ忘れてました。まあいいか。落ちなければどうということはないんです。落ちたら死ねるけどね。さて、大体準備完了です。今回はエンダーチェストとシルクタッチは拠点に置いておきます。先ほど黒曜石を補充したのは、現地でエンダーチェストを作るためです。エンダーチェストはともかく、シルクタッチをロストしたら面倒だものね。さて、ネザー要塞に着きました。攻略開始します。今回は短時間で頭を集めきる自信があるようだけど、本当のところはどうなの？机上の空論では見通しは明るいです。まず要となるのが秒画距離10でプレイしていることで、秒画距離8だった前作と比べてモブの湧きやすさがざっと6倍有利なはずです。次に剣の違い。前作ではドロップ増加2でしたが今回は3です。また、このバージョンではドロップ増加エンチャントのレアドロップ率が上がっています。さらにウィザースケルトンの頭の必要数が前作では6、今回は3です。で、トロッコ活用した前作に準じた参考値ですが、頭集めの所要時間は前作36時間に対し、今回は2時間弱です。前回お話しした、前作の10分の1以下の労力、という根拠はこの数字なんです。これに整地作業の時間を足しても、まあ数字通りなら10分の1以下になりそうね。まあ、今回は整地や借り方を色々工夫するのであくまで参考値なんですけどね。さて、先ほどから早速スケルトンっぽい音がしているんですよね。やっと通路を掘り抜いたようです。うお出た。記念すべきウィザースケルトン1体目、怒涛の狩りの幕開けです。幕開けに回し蹴り食らってるし。うおー。まずは軽く探索しようと思ってたのですが、いきなりネザーウォート発見です。幸先いいと先々が不安になるわね。あ、どうぞお通りください。ゾンビピッグマンは怖いものだと学習したばかりです。そういえば、ソウルサンドのご指摘いただき調べましたが、上に立ったら8分の7沈み込む特性があり、形状は1辺1メートルの立方体でした。で、目印には明るくないレッドストーンを活用します。そしてネザー要塞入り口にチェスト配置。ここをネザー要塞拠点とします。そういえば、丸石もっと持ってきてなかったかしら。多くはエンダーチェストにしまってます。ブレイズロッドを入手するまでの我慢です。さて、ネザー要塞といえばお宝ですが、ここまでプレイすると大したものはありません。あえて言えば馬鎧コレクションが増えるというくらいです。最初の探索で行うことは宝箱回収と安全確保です。モブに襲われた時に逃げ惑ってうっかり落ちる可能性を防ぎます。お、初のブレイズです。これでブレイズロッドの実績解除、それにエンダーチェストも作れます。
いきなりダメージ受けてるし。防具についた火炎耐性エンチャントの性能を確認しておく必要があるんです。なら次からきちんと避けるのね。避けないでいいということがたった今確認できました。大したものがないことがわかってるのに、宝箱を開ける瞬間は期待してしまうのはなんででしょうか。よし、拠点に戻ります。馬鎧が充実してきました。どうでもいいけどここを拠点と言って恥ずかしくないの？ガストの爆撃を避けられてチェストを置けたら拠点機能十分です。こう見えて割と安全だと思いますよ。うおう。いやいやブレイズがこんなところに来てはダメだと思います。この階段降りてきたようですが、24メートル以内は湧かないはずです。続いてようやくエンダーチェストのクラフトです。ここまでに死んでたら面倒なことになるところでした。シルクタッチないから置きっぱなしにするのね。うおう。もうなんか馬鎧9個でブロック作れればいいのに。ダイヤ馬鎧が急に集まり出しました。さて、ここから先は屋根のない通路ですが、この先は探索するつもりはありません。宝箱ないし、ブレイズはスポナーでなくても湧くものね。いえ、それだけでなく、ウィザースケルトンの頭集めは屋根がある方が都合がいいんです。あ、ガストの襲撃対策ね。それも重要ですが、それよりは基礎作りの手間暇考えてます。前作でネザー要塞の詳細地図を作成しましたが、それに基づきは基礎を作る作戦を考えました。この前作のネザー要塞の中で、屋根があるエリアはこの範囲です。こうして見ると随分狭いわね。で、これを拡大すると黒い枠があるのがわかると思いますが、黒枠の範囲はもともと2層になってます。2層になってるエリアは屋根がある通路のあたりに固まっているんです。2層のエリアなら、上を通った時に下でモブが湧いたのが音でわかるというわけね。さらにそれだけでなく、屋根がある通路は割と隙間なく通路が生成されていて広い範囲を整地しやすいですし、ネザー要塞の屋根にもウィザースケルトンが湧きます。要するに、短い時間で手を加えて数層の広い脇層を確保しやすいのね。さて拠点です。現状は金の馬鎧が1馬身のリード、2番手がダイヤとなっています。それ以外がために馬鎧集めてるんじゃないでしょうね。探索再開してようやく2体目発見です。うおう。大丈夫、襲ってこない。さて、この宝箱でもう12個目なんですが、これでダイヤの馬鎧がトップに並びました。で、探索漏れがなければこれが最後の宝箱のようです。探索終了ということね。さて、ネザー要塞到着から20分ほど経過しました。ここからは聖地と狩りの時間です。まずはわかりやすいところから通路と通路の間の壁を取り除いていきます。でも、20分で2体しかウィザースケルトン枯れてないけど大丈夫なの？なんだか嫌な予感がしますけど、多分大丈夫です。このベランダ風のところも湧く場所のはずなので囲ってしまいます。さらに通路と通路の狭い隙間は足場を作って繋げてしまいます。さて、この場所はこんなところで、見通し良くなってきたわね。まだまだですが一気に整地しすぎました。整地は基本、ウィザースケルトンが湧くまでの時間の合間に行わないともったいないです。これで3体目。そして、ようやく群れを成してるウィザースケルトンに出会いました。7体目。8体目です。随分調子よく湧くわね。整地いらないんじゃないの？いえ、探索中の頃のように、湧かない時には動き回ってもあまり湧きません。この階段の下は先がないので埋めてしまっても良さそうです。さて、だいぶ見通し良くなってきました。
今作のネザー要塞も、やっぱり屋根がある通路は通路密集状態だったようです。どうでもいいけどブレイズがうるさいわね。真ん中に溶岩があった部屋を整地してたら中央に穴が開いていて、暗めなので少し気づくの遅れてヒヤッとしました。9体目。これでやっと10体です。まだまだ頭が出ないわね。期待値では18体につき頭1つです。溶岩が近くにあるところはフェンスを丸石に入れ替えて暗くします。ここは明るくもないですが、ブレイズがうるさいので丸石に入れ替えです。不応。そしてここで群れが出現。骨に隠れて分かりにくいですが、14体目にしてウィザースケルトンの頭、初入手です。ネザー要塞の探索始めてからちょうど1時間のところです。単純計算で、頭3つ分なら3倍の3時間かしらね。いえ、今のところ最初の探索に20分、整地に20分ほどかけてますし、ガスと恐れて屋根がまだ手つかずです。それに、整地が進んだ分だけ見回るのが早くなります。リスポーンする前に駆けつけられるとさらにペースが上がるはずです。パス1です。なんで弓でブレイズ倒すという発想がないのよ。弓持ってることすっかり忘れてました。それから3分ほど動き回って湧かなくて暇だったので、あの先のブレイズのスポナー壊してしまいます。負けるな私。本当は熱くなくて画面下にオレンジが表示されているだけです。さて、15体目です。実は、この時インベントリ見て、初めて頭を一つ入手してたことに気づきました。何やっているんだか。で、ロストしたら大変と大慌てでネザー要塞拠点のエンダーチェストに頭をしまいに来たところで、収録途中ですが今回はここまでです。次回はプレイの続きからですが、整地の方はひとまず一段落と見て、屋根上の脇層も活用始め、二つ目の頭を入手したところまで進めています。この分だと本当に頭集めは早く終わりそうね。屋根から落ちない限り。それではまたね。バイバイ。